こんばんは、わこです。今回は前回の動画に引き続き、マイ100っていうね、リストを作り上げていきたいと思います。前回の動画では、オリジナルのアベクとスニーカーのマイ100リストを作りました。そして今回は、この2冊、小さいお家の本とミックスのドッツ、この2冊のマイ100リストを作っていきたいと思います。まずこちらなんですが、この手帳にはジャーナリングをしていく予定です。ジャーナリングっていうのは頭の中の整理をするために感情や考えを書き出すっていう手帳なんですが、それ以外にも夢を叶えるためのジャーナリング、1年後、5年後、10年後、どうなっていたいか、どんな場所で、どんな働き方で、どんな暮らしをしているかっていうのをね、書き出して言語化していくっていう手帳になります。なので、こちらのマイ100には、2006年の目標はここにね、書いたので、今度は2027年、2028年、2029年、30年の、未来地図を書いていきたいと思います。もちろん変わっていくこともあるだろうし、よりね、いい未来地図を描けるかもしれないんですが、とりあえず今の段階で書いていきたいなと思います。というわけで、まだね、もうちょっと考えようかなと思って空いてるんですが、とりあえず2027年から2030年までの未来地図完成しました。そしてこちらのドッツなんですが、こちらには読みたい本、読んだ本を書いていくようにしたいと思います。本当に私の読書欲って秋しか来ないんですけど、ちゃんと習慣化したいという願いを込めて、どこだっけですね、書いていきたいと思います。で、すごい汚い字で読みたい本をね、書き殴っているのがあるので、それを見ながら、正しいタイトルかどうか確認しなきゃかもですが、こんな感じでね、すごい汚く書いているので、これを書き写していきたいと思います。できました。今のところ14冊読みたい本があります。というわけで、このマイ100は2026年読みたい本リスト。そしてこちらの本のマイ100は2027年から2030年の未来地図ですね、を書いてみました。例えばどんなことを書いているかというと、2027年はサンティアゴ巡礼の100キロに挑戦するんですね。で、
理由は本当は王道のフランスの道800キロ、ピレネー山脈を越えるね、800キロの道を歩きたいんですけど、今は仕事をしているので、なかなかね、1ヶ月以上休みを取れないですよね。なので、これは本当はね、定年退職をしてからやろうってもともと思ってた夢だったんです。なんですけど、定年退職って65でしょ？その時に元気だったらもちろんいいんですけど、私が元気でももしかしたら親が元気がないかもしれないし、そんなの全然わからないから、やっぱり少しでも早いうちに行きたいっていうのが、まず心変わりというか考えが変わったんですね。なので、まずは100キロを、近いうち行ってしまおうって思ったのがきっかけで、再来年をターゲットにして、プランを立てているんです。なんですけど、じゃあ800はそのまま65歳かって言われると、やっぱりそこも悩みどころで、今私は働き方を変えたいと思っていて、このね、2027年も2週間休めるかどうかすらまだわからない。もし休めなかったらどうしようかなっていうのも、作戦を練らなければいけないんですけど、2週間でも休めないくらいであれば、やっぱり1ヶ月なんて仕事してる間は休めないので、働き方を整え直して、早い段階で今の本業の会社を辞めて、一旦サンティアゴ巡礼に行って、そこから転職活動をするなり、何かできればいいなということで、いろいろね、下調べをしているところです。はい。そんな感じで、2027年は100キロの道を歩きます。そして、今のところ、2030年をターゲットにして、2030年にフランスの道800キロを歩こうと思っています。なので、その2年間の間に、私は、働き方改革をね、真剣に進めていかなければいけないというところで、そこもね、こうやって書き出すことで、本当に今の自分に何が必要で、どういう行動が必要かっていうのをね、考えていくきっかけになったかなと思っているので、すごくいい機会だったなって思っています。そして、読みたい本リストなんですけど、TikTok とかね、ショート動画で本をおすすめしてくれるショート動画あるじゃないですか。それを見てね、メモってたりとかするんです。それをここにまとめてみました。で、今ね、7冊ぐらい買ってる本があるんですけど、それを読みつつ増やしていこうと思っていて、もう本当にこの読書欲、来年まで持ち越せないことが多いんですけど、今度こそ持ち越せるように習慣化していきたいと思っています。はい。ということで、この2本の動画で4冊のマイ100リストを作っていきました。マイ100ってね、やりたいこととか目標とか書くことが多いと思うんですけど、私もね、ほとんど目標とか習慣化なんだけど、こういう読みたい本リストを書いてみたりとか、あと断捨離したいって考えてる方は、捨てたものを書いていくとかね、そういったこともできるかなと思って、いろんなマイ100リストができるんじゃないかなと思います。何かね、皆さんにとってお役に立てる情報だったら嬉しいです。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。